ヘブラ地方ククジャ谷を進んだ先には忘れ去られた神殿という巨大な古い建造物がある。朽ち果てた外観、中には神殿を守るように配備された無数のガーディアン、最奥には試練の祠と巨大な女神像。公式によるとガノンとの戦いを起点としたハイラル王家にまつわる歴史や歴代の勇者たちの記録を後世に残す目的で建立された建造物、王家と縁の深い施設ということもあり、開発段階では王家の谷と呼ばれていた。この神殿の正体は一体何なのか、いつ誰が何の目的で建てたものなのか、その謎を解く鍵はハイラル市におけるブレス・オブ・ザ・ワイルドの位置づけを知ることにありました。スカイウォードソードが最古で、時のオカリナ以降、歴史は3つに分岐します。すべての作品が時系列のどこかに当てはまるものではありますが、ブレス・オブ・ザ・ワイルドはこのハイラル市における一番最後の物語であるということ以外明言されていないのです。しかしいくつかヒントが用意されており、それらの考察を進めていくと、ある一つのルートが浮かび上がってきました。それは勇者敗北ルートです。ハイラル城の図書室にある王の書斎、ここにはハイラル王の手記が置いてあります。そこにはこのような記述がありました。今日明けの刻、娘が生まれた。王家の習わしに従いゼルダと名付ける。この王家の習わし、これが大きなポイントとなります。これは勇者敗北ルートの最後であるリンクの冒険で語られる初代ゼルダ姫の伝説のことである可能性が非常に高いのです。この頃の世界は荒廃の一途をたどり東西へ分裂。ハイラル王国は衰退し、地方の小王国へと縮小していた。その頃より昔、トライフォースを使い国を繁栄させていた偉大なハイラル王がいた。しかし息子である王子にはその素質がないことを悟り、王は死を迎える前にトライフォースを隠し、その秘密を妹であるゼルダ姫だけに話していた。王子は側近の魔術師からそのことを聞き、ゼルダ姫を問い詰めたが決して口を割らなかった。業を煮やした魔術師が誤って永遠に眠り続ける魔法をかけてしまい、ゼルダ姫はその場に崩れ落ち、同時に魔術師も絶命してしまったのである。王子は大いに嘆き悲しんだ。いつか蘇ることを信じてゼルダ姫を北の城の祭壇に安置した。そしてこの悲劇を二度と忘れないようにと、代々王家に生まれる女の子には必ずゼルダと名付けるように定めた。これが初代ゼルダ姫の伝説であり、ハイラル王の手記にあった王家の習わし、これが定められたのはこのリンクの冒険の世界のみなのです。このことからブレス・オブ・ザ・ワイルドの位置づけは時の勇者敗北ルートの最後、リンクの冒険に続く物語であるということが言えるのです。任天堂公式サイトにハイラルの今と昔を比べてみたという記事があります。この記事にはゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドは1986年に発売された初代ゼルダの伝説と同じハイラルが舞台です。初代に登場したメガネ岩は実は新作の方にもあるのですとの記述があります。初代の数年後の物語がリンクの冒険、当然同じハイラルです。そしてこのリンクの冒険のハイラルの世界にはラウルの町、サリアの町、ルトの町など時のオカリナの賢者の名前が付けられた町があり、その形跡がブレス・オブ・ザ・ワイルドの世界にも残っています。長く険しい谷間を抜け、命からがらたどり着いた神殿、過去の勇者たちが見たであろう風景、眠り続けるゼルダ姫の乳母であるインパはリンクに6つのクリスタルとハイラル王が残した巻物を渡しました。そこに書かれていたのはトライフォースの秘密、力、知恵、勇気、これら3つのトライフォースを合わせた時最大の力を発揮する。3つのうち力と知恵の2つは王国に残している。残りの1つ、勇気のトライフォースは
死の谷デスバレーにある大神殿に隠してある。そう、ククジャ谷はデスバレー。忘れ去られた神殿の正体とは、リンクの冒険のラストダンジョン、大神殿のことだったのです。120の祠すべての試練を克服すると、同志より真の勇者の証が授けられます。これがあるのがこの忘れ去られた神殿。過去の勇者がこの場所でハイラル王が作り出した最強の人工生命体大守護神ボルバを倒し、最後の試練である自分自身の悪しき心が形となった影シャドウリンクに打ち勝って3つ目の勇気のトライフォースを手に入れた場所。そこには3つの宝箱があり、息吹の勇者装備一式がありました。荒野を旅する勇者のために用意されたものらしい。過去の勇者が3つのトライフォースを集め、ゼルダ姫を目覚めさせ、真の勇者になったように、これを着たら真の勇者になれるのだろうか。当たり前を見直すというコンセプトを掲げて開発が始まったブレス・オブ・ザ・ワイルド。その30年前、ファミコンディスクシステムで発売されたリンクの冒険。決められた手順を踏まなければたどり着けなかったその場所は、好きなタイミングでいつでも訪れることができるようになりました。忘れ去られた神殿の中でガーディアンが守ろうとしているもの、ガーディアンに守らせているもの、それは当たり前という過去の産物なのではないでしょうか。人間の世界でいう30年はあまりにも長い時間です。その当時の勇者たちはブレス・オブ・ザ・ワイルドをプレイしているかどうか定かではありません。あの時の冒険、あの時の勇者、そのこと自体が忘れ去られているもの、それらすべての意味や思いを閉じ込めた神殿、それこそが忘れ去られた神殿なのではないでしょうか。